中が汚れるんですか？そう、中に硝煙火薬みたいなのがつくって言うんですけど、僕の銃はこのメンテナンスの必要そんなないっていう鉄砲店の人もいるけど、はい、でもやっぱり撃ったらそれなりに綺麗に危ないものだから、もともとが、はい、だから万全の気持ちでやらんと。ほら、わあ、黒い。ここの重心が鉄なんです、はい、だからやっぱちょっと錆びるので、このガンオイルっていうのを塗って錆びを防ごうと思うんだけど、まあ、ちょっとだけ。ただガンオイルって多分自然界にはない匂いだから、動物にも気取られるんじゃないかなとも思うけど、まあ、風下で狩猟できれば。スコープはやっぱちょっとずつなんかずれたりするんですか？ほぼほぼないけど全くないわけじゃないので、やっぱりなんか当たんないな、あれおかしいなっていう時はちゃんと射撃場行ってスコープの調整して、でもこの前もなんかおかしいなと思ってこけたから、スコープがずれたのかなと思って射撃場行ったらずれてなかった、腕が悪かった難しいよ。でもね、スコープはね、ちょっとのズレでもう的外れるからね。もともとライフルの狙撃手だったんですよ、自衛隊で。レンジャー。そうなんですか？そうです。だから射撃の表彰状とかが、そう、多少はね。すごい。このボルトっていうのを抜いてると絶対暴発はしないんです、ここに撃芯っていう芯があって、これが何か雷管っていうのをコンって叩くとボンって出るんだけど、そうでもこれ弾ももちろん入ってないし、このボルトを抜いてる状態のボルト銃っていうのは鉄のパイプと一緒です。これでボルト入れた。そのカチャカチャって音なんか憧れますね。なんかカチャカチャみたいなその音。でもこれがね、音しなければいいんですけどね、この音でバレるから獣に。それしょうがねえやな。しょうがない。それはもう装填するあれだからね、音がするから。100円ショップで買ってきた大前東で。いいじゃんで。はい、次、はい。なんとかな。これどういう意味なんですか？まあ自然体みたいな。Let it be。Let it be。大前とは。何スープですか？これはシニガンっていうフィリピン料理なんです。ただシニガンの素みたいなのが売ってるので、それをこの前外国の食材とか売ってるような店で買ってきて、でそれを入れるだけなので料理というほどのものではなく、トムヤムクンの辛くないバージョンみたいな、酸っぱいだけ。これが僕は好きで。シニガン。
最初来た時いきなり4泊の予定だったんだっけ？ 4泊した後最終日次の日富士山登ることになって、そうだ連泊したんだよね。泊しました。富士山登った富士山登りました。急に。そうですね、なんかもともと行くって話だったんですよ。僕らのスケジュール上はね、だから刑事は「おい東京帰るでしょ」って思ってたら、せっかくなら登っといた方がでもあれ以来もう登山はいいかなって感じです。いや違う、富士山と登山は違う。まあ登山っつってもトレッキングだけど、いや富士山はもういいかな。富士山いいな。あれは見るものだな。なんか思った景色と違いました。まあな、富士山には悪いけど。頂上まで行ったんですか？そうでした。あれは登って降りてきただけだったな。まあ登山ってそうなんだけどでもなんか本当に登って降りてきただけだったよね。高い水買って。あれどういうご関係なんですか？僕の叔父の、まあ僕の親戚の、知り合いの息子。随分遠い。来客はなんかやっぱすごい多いですね。来客多いですね。来客多いですね、みんな楽しいんじゃないですかね。好き勝手自分で過ごしてって。これどこですか？これ肝臓です。今日撮ったやつですか？そう、今朝取ったやつ。大丈夫ですか？もう調理して。大丈夫です。はい、お願いします。お願いします。肝臓はすごい細かいスポンジ状になってるので血がいっぱい入ってるので、この血が臭みになっちゃうから。血を抜くんですね。そう。牛乳で血抜きします。今レバーペーストを作っております。
中華鍋見た人いる？何入れました？パタっていうはい全粒粉、本当は小麦粉なんですけど、はい。まあ全粒粉も小麦粉もほぼほぼ一緒なので、白ワインとローリエ。塩。ちょっと量多いけどめんどくさいから全部入れちゃう。生クリーム。これはミキサーや。そう。匂いはやばいぐらいいい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい匂いする。見た目が悪いけど、見た目はご容赦ください。ペーストってことは何かにつけるんですか？パンに。美味しい。もううん。これがワインだ。うん、う
まい。ああ、一瞬じゃないですか。高上さん。いただきます。うん、うまい。うまい。これは3等分ってことですか？そう。当たり前のように鹿がいますけどね、後ろに。背景に。背景に。でもなんか最初はうわーって思うけどさ、だんだんこれが肉に思えてくんじゃん。不思議よね、人の感覚って。今なんかここにかわいそうな大型哺乳類がぶら下がってるっていうよりも肉がぶら下がってるっていう認識が近いから慣れなんだと思います。多分屠殺場で働く人は牛を殺した後そんな考えになるんじゃないかな。これ心臓は山で開くんです、ある程度、はい、血を抜くように。はい、この心臓はどうするんですか？これは刺身で食べます。野生動物の刺身はもうほんと自己責任で、はい、当たったら当たったなんだけど刺しで食べる人も多いです。なんか焼き鳥であるハツもなんかでっかい感じですね。あー、でもどうだろう、焼き鳥であるハツのでっかい感じかな。そのまま見ると、そのまま見ると、なんか形とかが見るとなんかそんな。あ、そうですね、哺乳類の心臓の形はほとんどみんな似てます。多分右心室左心室があって心房があってみたいな、よく分からんけど、その大体は似てると思います。このちょっと残ったこの血がね、美味しくないので、こういう料理は誰かに教わったんですか？いや、誰かに料理の師匠みたいな人はいなくて、本だったりなんかどっかで物を食べてこれどうやって作るんですかって聞いたり、そういうことが多いと思います。でも本が多いかな。漁師界隈で竹重健さんっていう山のクジラを取りたくてっていう本を出してらっしゃる方がいて、山くじさん。竹重さんがこのハツは獲物取ってきた日にその生姜と砂糖とお醤油とだったかな、焼くともうビールが手放せなくなるって本の中でも書かれてて、そう刺身でも食べるけどなんかこの焼き物っていうのはいい塩梅ですね。ハツは冷凍とかしないんですか？できるし食べれるけど、内臓系は取ってすぐ食べる方が美味しいです。なんか熟成肉とかってよく漁師の世界でも界隈でも言うんですけど、内臓は熟成させるって僕は聞いたことないですね。でもこれは取った日のご褒美的な。そう、あと店にも出回んないから、漁師のまあ特権も何もないんだけど漁師飯って感じですね。
うまいですよね。いえいえ、慣れです。あれですか。あらゆることが。はい、これ鹿刺しじゃない、初刺し。初刺し。ただこれはちょい癖強だから、いや強くねえか。でもセロースの刺身とか足の刺身とはちょっと違うから、雰囲気が。うまい、普通にうまい。美味しいです。うんうん。美味しい。さてと、それでは猿でも作れるカルボナーラの時間がやってまいりました。卵黄だけ。卵白は使わないんだけどもったいないので飲みます。飲む。マジですか。もったいないから。ないです体作りしてる時に卵黄は捨てていいけど卵白を取ってって言われたの。卵白は高濃度のタンパク質だからって。まあ卵黄も捨てんかったけど卵白もすごいいいんですよ。そしたらチーズ、本当はパルメジャーノなんだけど坂上さんが買ってきてくれた多分ゴーダチーズかなと一緒に混ぜたから、こんな柔らかい感じになっちゃったけど、一緒にして黒胡椒。これ普段は別に混ぜません。普段はチーズ用の細かくするなんかシャカシャカーってやるやつでチーズ削るんだけど、それがないしチーズ固まっちゃってるし、卵黄と一緒にした方が多分混ざるんじゃないかなって。はい、鹿肉。これ昨日本当は忘年会の時に作ろうと思ってたから先に胡椒と塩を混ぜてたけど、パンチェッタっていう豚肉のベーコンではない塩漬け、ハーブと塩漬け、胡椒とっていう豚肉の代わりになるイノシシ肉も最近ないから、だから鹿肉アレンジです。パンチェッタって何ですか？パンチェッタって塩漬け肉なんですけど、香草と一緒に塩と強めの塩を振って作ったやつ。もともと日本が肉食文化じゃなかったから、まあこれは物の本によると、肉食文化じゃなかったから、ただ西洋はすごい肉食文化だったから、ジビエって言葉があるように、ジビエはフランス語だけど、その動物肉の美容方法が海外のレシピの方がすごい豊富なんです。まあ日本も干し肉とかは作ってたんだけど、もちろんそんな塩強すぎない。生でいけるんですね。もう生で食べれる肉だから。
まあ自己責任だけど。中華鍋どこ行った？中華鍋あいつすぐいなくなるな。あった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 。中華鍋のせいにした僕が悪かった。彼は何も悪くなかった。こちらにオリーブオイルを。欲しいな。あと鹿肉は淡白なのでちょっとバターを入れます。白ワインを入れます。ちょっとこの白濁する乳化っていう現象になるらしくて、これ一旦置いといて、あとは麺茹でて全部最後合わせる。あ、すいません、ありがとうございます。このアル中目にそこのお酒をついでいただいてもいいですか？マッコリ。だからこのチーズと卵黄をここに入れるんだけど、これが火から上がったばっかりの熱い状態だとこの卵黄のタンパク質が凝固しちゃって固まっちゃうので、凝固して固まっちゃうだからちょっと冷めた頃に入れるっていう。熱いかな。ヤニカスにタバコを取っていただいていいですか？すいません、恐縮です。ごめんなさい。
瞬だけ再加熱。この一瞬をちょっと時間かかりすぎるとタンパク質が固まってすっごいまずくなるから、ボソボソのスパゲッティになるから。再加熱意味あるんですか？ちょっと汁気を飛ばす。あとこのソースとほらちょっとなんか粘度が出るじゃないですか、ソースと麺が絡み合う。はい、完成。ちょっと塩足らんかもしれんけど。よいしょ、トングをお願いします。食べて食べて。先にいただきます。うまい。うまい。坂口さん食べてるわ。これ持っててあげる。これがカルボナーラ。あ、確かに粘度がすごいありますね。みんなうまいしか言わないから。すごい。肉と一緒に。うまいっしょ。うまい。ほんとうまい。全然塩分ありますよ。よかった。うまっ。こんなうまいもんばっか食ってるんですね。はい、オッケー。